こんにちは。ウニアトリエの加藤です。今日はですね、マグカップ、お家にある普通のですね、白いマグカップ、これは100均で買ってきたものなんですが、これを書いてみようと思います。前回同様、10分くらいを目安に始めてみようと思います。それでは。右上から光が当たっているのはいつものごとくなんですけれども、大きさもそうですね、だいたい原寸大くらい斜め上から見下ろしている感じで、今回もステッドラ 4B から始めたいと思います。今回の影はそうですね、やっぱり蛍光灯2本あるおかげで手前側と奥側と2つ筋ができているような、そんな感じですかね。最初はこんな感じで非常にラフなタッチで大まかな印象位置を捉えつつ、画面上の構図というか配置ですね、決めていこうと思います。こんな大きさでどうですかね。ちょっと傾いてるかな。大まかな形を取ってから、ガイドラインを後からですね、こう中心はどこかな、垂直になってるかなって引いてみて、それで確かめるっていうのでもいいと思います。ここは性格によるんですけれども、最初にきっちりとガイドラインを引いて正確な形を捉えてから調子をつけたがるタイプの方も非常に多いんですが、あくまでもこれは絵なので図面ではないのでね、調子をつけながら大まかな位置配置印象を捉えながら進めていってもいいと思います。今回のマグカップは下の底の面が少しこうすぼまっている、細くなっているようなタイプで、厚さは標準的な厚さですかね。そんなにこう飲み口が厚すぎるっていうこともなく、こんな感じのマグカップです。だいたい配置はこんなもんですかね。でもちろん右のカーブ左のカーブ、なかなかねこう曲線って同じカーブを引くの難しいと思います。特に右利きの人は左のこういうカーブは描きやすいですけど、右側のこっち側のねカーブ描きにくいと思いますが、左右を見比べて太ってないかな、痩せていないかな、何度も見直しながらね形を直していきましょう。毎回大体そうなんですけれども、大体少し柔らかめの 4B あたりで大まかな印象配置捉えるところまでは一気にやっちゃいます。その時に細かいそのエッジというか形と形の境目はそこまで気にせずに、だいたい暗い形がどの辺に入ってるかな、明るい形がどの辺に入ってるかなっていうのは、この四角い白い紙の中にどんな暗い形があるかっていうことなんですけれども、色の塗り分けですね、画面を白と黒の形で配置し分けてみる、塗り分けてみる、そういう意味合いで、柔らかめの鉛筆を使って大まかに調子をつけていってます。ちょっとこのカメラの、位置と実際に私が見ている位置と若干見下ろしている角度が違うんですけれども、楕円の見え方はこんな感じでしょうか。上の見え方、最初に引いた楕円に比べてもうちょっとね丸みが強いかなっていう感じがします。ここではですね、ガイドライン四角くこうガイドラインとか引きません。簡単な十字しか引いてませんけれども、慣れてない人はねここでこういう四角いガイドラインを引いて中心を出してからカーブを4つ書いてみるとより形捉えやすくなると思います。で大まかにこうやって調子をつけながら全体の印象を合わせていくと、形を取る時のコツなんですけれども、この外側、例えば上の端ここ、右の端ここ、下の端ここ
こんな風にこう形の終わるところ、端っこ同士をこんな風にこう結んでみると形の狂いとか気づきやすくなると思います。例えば今回の例で言うと、ちょっと取っ手がね大きくなりすぎたかな。ここの端とここを結んだこのラインよりも少し取っ手が内側に入ってるかなっていう気がします。この部分ですね。比べてみるともう少し内側に入るように修正してみましょう。何度も言いますが、形を直す時には先に書いてから後からですね、いらないところを消すようにして、先に上書きをしていく。プラスの作業が先で、消す作業、マイナスの作業は後回しになるように心がけるといいと思います。特にこうよく消すのが好きっていうわけじゃないんですけど、消したがるタイプの人は少しその消すのを我慢して、なるべく我慢して描くように、描いていくように、先に足していくっていうかですね、そういうふうに我慢して描くようにちょっとね意識するといいと思います。すごいなんか適当な感じですけれども、例えばこんな感じで、もっとこの辺暗くてもいいですかね。中も結構暗いです。はい、見て分かりますかね。鉛筆もこう寝かせて腹の部分を使って調子をつけると、このくらいの、ですね、幅にして5ミリくらいのタッチで調子をつけていくことができます。ざっくり調子をつけるっていうのはこういう感じの腹を使った表現ですね。一番明るいのがこの辺、そしてこの辺、ここもちょっとだけ明るいですけれども、あと取っ手の下の部分は、影に含まれるかな、影の仲間に入っちゃってるかなっていう感じがします。また同じようにですね、後ろのテーブルの面もちょっとだけ調子つけていきましょう。このね一番明るいところを描くときにバックが暗くないとその境界をどうしていいかすごい困るんですよね。なのでテーブルに置かれてるカップを描くときにカップだけにどうしてもね気持ちがいっちゃうんですが、置かれてるテーブル、床も意識して床も同時に描いていくような気持ちで周りにも少し調子をつけながら書き進めていった方がいいかなと思います。例えばこんな感じですね。はい、見てる皆さんここでね結構消したくなるっていうかね、余計な線気になってきたと思うんですけれども、それを極力我慢してこんな感じで足していくんですね。先にタッチを入れていきます。こんな感じで周りもざっくりと調子つけていきます。さてこの辺でちょっとねガーゼで撫でてみましょう。はい、いつもの汚いガーゼですけど、指にこんな風に巻きつけて影の中だけ限定してちょっと撫でていきます。あまり光の当たってるところはいじらずに影の中だけですね、日陰の部分を探して光が当たってないところに限定して画用紙の凸凹の隙間に粉を詰め込んでいく感じです。細かい部分、例えば細い狭いところなんかは刷筆を使ってもいいと思うんですが、まだねそんな仕上げの段階ではないので、書き出しから中盤にかけては大まかなざっくりした感じで周りをさっと撫でてみます。こんな感じ。撫で方にもよるんですけれども、撫でムラというかね、結構ムラが出てきたりします。ここもうちょっと暗くしましょうかね。楕円の丸みのこういうカーブに沿ってタッチを入れたいとき、書きにくければこんな風に画面を横にしてですね、手の私右利きなんで右のこういうストロークに合わせた角度に画面をこう横向きにして、それでタッチを入れていくっていうのもいいと思います。ただずっとこうやって書きやすい向きで書き続けていくとモチーフ見なくなっちゃうので、その作業が終わったらやっぱりすぐに元に戻してモチーフと見比べて修正していきましょう。
はい、だいぶ調子ついてきました。こんな感じですかね。でここでちょっと全体見渡します。一番暗いのどこでしょう。この辺かな、この辺かな、この辺かな、その辺の形よく見ていきたいと思います。ぼやっとしてる中からそろそろ時間ですね。はい、大体10分でこんな感じになりました。第1部を終わります。また続きやっていこうかなと思いますので、次の動画も見てください。それでは。